Enter FM Tokyo Music Radar 今夜のゲストはガールズバンドハクからボーカル愛さんとベースカノさんです。よろしくお願いします。お願いします。はじめまして。はじめまして。可愛いですお二人とも。ありがとうございます。SNS で本当にたまたまリールをこういろんなの見てたら皆さんの動画を拝見してそこからずっと気になっていて今日ゲストにお迎えできてすごく嬉しいです。ありがとうございます。お願いします。お願いします。簡単に私からプロフィールをご紹介させていただきますね。2019年に大阪で結成された同級生4人組ガールズバンド。透明感のある歌声とエネルギッシュなサウンドで注目を集める。9月10日リリースのニューシングル「それしか言えない」でトイズファクトリーよりメジャーデビューした今最も勢いのあるガールズバンドです。今月メジャーデビューしたハクですが、もともとは4人とも同級生とかですか？そうですね、みんな同い年なんですけど、高校はカノとギターのナズナで一緒で、で私とあとドラムのマユが一緒で22で分かれてたんですけど、その時に通うようになった高校生限定サークルみたいな、楽器を教えてあげますよみたいなサークルで出会ったので同級生です。インカレみたいなものですか？外部のそうです、学校外である集まりみたいな、そういうのがあるんですね。へー。ちなみにハクっていうバンド名、この由来は何なんですか？何色にも染まらないっていうので、その時に音楽性が決まってなくて、というかどんなジャンルするとかも決まってないし、ただオリジナルをまず1曲作ってみようみたいなところから始まったんで、そこら辺でなんか何でもできるよねとか、何色にも染まらないでいようぜみたいなんでハクってつけて、丸はサークルで組んだんでそれで丸サークルっていう。サークルの丸？はい。そうなんだ、かわいい。そこから、じゃあその時はまだそのオリジナル数曲1曲ぐらいしか？ゼロでした。ゼロだったんだ。すごい。そこから。はい。でそこで皆さんで曲を作っていくようになった。そうですね、ということなんですね。ハクの音楽についてもちょっと伺いたいんですけれども、まずお二人はどういう曲を聴いて今まで来たんですか？ルーツというか。ルーツというと、私がこうバンド組んで曲を作るようになって、一番この言葉として、ルーツだなって感じてるのはサカナクションさんなんですね。そうなんです。山口一郎さんの歌詞がすごくなんて言うんだろう、難しい言葉を使わずに自分の言い換えでこうオリジナリティを出してるっていうのがなんかすごく魅力的だなと感じて、多分山口一郎さんに最初衝撃を受けましたね。そうなんだ。加納さんはいかがですか？私はちっちゃい頃から聞いてたのは、オレンジレンジなんですけど、自分がバンドしたいとかベース始めたいっていうきっかけではなく、その周りになってた音楽がそれだったっていう。でもずっと聴き続けてるし、結構なんかその自分のマインド感的にも結構夏みたいな感じはあったりとかっていう点では影響を受けてたりはするのかなっていう気持ちですけど、全然なんかベース始めてみよっかなぐらいで始めたので、ルーツ感っていうと、この曲聴きますあの曲聴きますぐらいなだけで、これですみたいな、愛ちゃんみたいに誰かの歌詞がとかずっと好きだったとかではそんなに感じはないかもしれないですね。でも結構アジアの音楽を聴き始めたりとか、バンド始めてから聴くようになったものは増えてますね。加納さんはその本当にベースになんとなく興味を持ってそのサークルに入ったってことですか？ベースに興味を持ってっていうか、何を部活しようかなって思ってた時に、ギターのナズナと同じクラスやったんですよ、一番最初で。ナズナが軽音部入るから一緒に行かへんって誘ってくれたのがきっかけで、でその家族も音楽してたので、そうなんですね。楽器とかライブとかが身近にある中で、そうやって誘ってもらったんで、一回行ってみようかなみたいな。ハードルはそんな高くなかった。そうですそうです。愛さんどうですか？そのサカナクションを多分ずっと好きで聴いてて、歌いたいって思って入ったんですか？私は中学校の時に吹奏楽部に入ってて、その延長線といいますか、音楽は続けたいなと思ってて、
で軽音部のある学校を調べて入ったって感じですね。じゃあもう軽音部入ろうと思って高校を選んだ、そうですね。ちなみに楽器は何だったんですか、その吹奏楽部。パーカッションで打楽器やってました。そうなんだ、はい、そうなんだ、そこから歌うぞってなった。そうですね、ギターなんか受験期の時に初めてアコギを持ったんですけど、そこからなんかギターボーカルっていうのもちょっと楽しそうやなってなって、自然と一回やってみようかなという感じで入りました。面白い。歌ってくれてよかった。いや本当に思いますよね。もうメンバーの私でも思いますもん。思いました今、ちなみにじゃあその今楽曲制作はどういうふうに行ってますか？基本は私が作詞作曲をするんですけど、それでデモをメンバーに投げて、で想像してもらいつつ、プロデューサーさんの川野圭さんとも今一緒にやってるんですけど、にもデモをこう投げて一緒にやり取りして、でスタジオで合わせて最終的に出来上がっていくっていう流れです。じゃあその何かそのなんていうんだろう、物語というか言葉を紡ぎ出すのは愛さんが持ってっていう感じで、なんかそういうインスピレーションとかってどっから受けたりします？もう私は自分が体験したことを書くことが多くて、なので良くも悪くてもこう感情がガッと動いた時にすごく歌詞とかは結構バーって出てくるタイプですね。でもその出てきた歌詞を今は使わないとか、ただこう書き出しただけでもう一生使わないこともあるし、なんか書きだめとかはよくしますけど、どうですか、その加納さんは最初そのもらった時の感覚というか。基本的になしだなって思うことは一つもなくて、めちゃくちゃいいやんってなりながら、でもここはこうした方がいいんじゃないって言えるようになってきたから、この感じってちょっと今のそのジャンルには違うよなって言ったら、そのまま変わったものがちゃんと来たりとか。でも一番はその愛ちゃんの作ってくる曲が一番いいと思ってるので、最初からそれは変わらず来たものは NG なしですね。基本的に言ったことはないかもね。確かにタイミングとかあるけど、これはもうちょっと後で出そうとか。そうですそうです、とかはあるけど、自分も弾いてますけど、愛ちゃんの曲とか歌詞とかが好きすぎて、結構やっぱそこら辺に関しては普通に一リスナーとして聞いてますね。素敵な関係。いやいいですね。クリエイティブをもうそのちゃんと信頼し、かつその愛せている関係っていうことですね。どうですか今の話聞いて。ドキいやなんかその、伝わってくるんですけど、やっぱこのなんていうの電波に乗ってみんなも聞いてるって思うとちょっとドキ。確かにね、恥ずかしくなっちゃうわ。改めて聞いてますもんね。かわいい。ありがとうございます。でちょっとそんな皆さんの話を聞いたところで、ここで一曲白の曲を聴いていただきたいと思います。曲紹介をお願いしてよいですか？はい、これは夜に聴いたら思わず道路の真ん中を走りたくなる曲だと私は感じています。白でデデデ。お送りしたのは白でデデデでした。私この曲のインスタのリール見て、画面中央にさーっていって離れていくみたいな。あれめっちゃ可愛いと思って。素敵ですよ。本当にそうなんだ。いや、この曲すごく素敵です。ありがとうございます。はい、そしてですね、9月10日リリースの最新シングル、それしか言えないで、白の皆さんはメジャーデビューしたわけですけれど、まずおめでとうございます。ありがとうございます。どうですか率直な感想、メジャーデビューって。なんかすごく大きいものなんですけど、でも私は嬉しいし、でもまだなんて言うんだろう、メジャーデビューした、やばいっていう感じじゃないというか、なんて言うんだろう、まだ平常心、平常です。確かに。どうですか加納さんは。こんなこと言ったら怒られたら申し訳ないんですけど、全然変わらない気持ちというか、なんか毎回リリースしてきたけど、
それの変わり目が、メジャーってつくだけでこんなに皆様に結構、わーってなってくれるんやっていうのが大きな感想であり、自分的には全然何も変わらない気が今はしてます。今はね。今はね、本当に。もしかしたらまた急に何か実感がね、湧くかもしれないし。そして9月10日にリリースされた最新シングル、それしか言えないでメジャーデビューというわけですけれども、これ、愛さんが作詞作曲を担当されたということですね。すごくなんか疾走感のある、楽曲だなと思って、すごいギターが前面に出ていて、これはなんかどういうことを意識して作られたんですか？この曲は、もう、最初にそれしか言えないという、サビはもう決定していたんです。デモの時点で。適当にいつも歌うことが多いんですけど、メロディーを。なんとなく歌ってみる。そうです。でもこれは決定してて、じゃあ、これって何しか言えないこと書こうかなっていうのからできていきましたね。それしか言えないっていうフレーズから始まったんです。はい、そうです。もう、後半の展開とかは、もうそのまま、デモのままやな。そう、デモのままだったんですけど、歌詞とかは結構レコーディングの前日の夜までそうですね。ギリギリまで考えたんですね。そんな感じで出来上がった曲で。なんかコメントもうちょっと拝見させていただいて、それしか言えないの、それってなんだろうって、ご本人でもそういうふうに、リスナーに投げかけてる部分がありますけれども、自分の中ではなんか、書いていくうちに、これっていうものは出たんですか？ですね、その時の気持ちというか、積み重なったこととかもあるんですけど、言葉ではうまく言い表せないとか、そういうものがそれだと思ってて、だからみんなの中にもそういう気持ちってあるかなと思って、言葉にできないことを叫べる一曲になったらいいなっていう気持ちを込めて作りました。はい。でそれをまた受けて、かのさんはどうでした？どういうふうに作っていこうみたいな。これみたいな。まず来た時。これ、こんなの作るんだみたいな。意外だったんだ。そうですね。なんか、多分、私が知らないところでいろんな影響を受けてると思うし、曲から。だったんですけど、できますかみたいな。最初は結構不安だったんですけど、やっていくうちに楽しいとか、やりたいことこれかもみたいなとか、なんか、その力強さとかっていうのを結構前面に内側から出していける曲だなって、なんか最初悩んでたのがというか、いっちゃん最初に聞いた時のイメージとかは全然払拭され、でそこに歌詞がついたらさらに、愛ちゃんや、みたいなのとか、でなんか、その愛ちゃんが今さっき前日まで歌詞書いてたって言ってたんですけど、その前日の夜、みんなで同じ部屋に泊まってたんですよ、レコーディングの時に。で、私、ちょっとさっき寝るわ、おやすみって言って、で、寝ようと思って目つぶってたら、その、リビングっぽい方から、なんか、ボソボソなんか早口聞こえると思って、何やってんかなと思って、って思って次の日レコーディング行ったら歌詞完成してて、これねみたいな。そこで書いてた。そうなんですよ。はい、そうで。で、なんか、こういう感じで来るんやって歌詞にも思ったんですけど、それでもなんか、歌詞見て愛ちゃんだなって変わらず思ったのと、なんか、こうやって喋ってるうちに気づいたんですけど、愛ちゃんがそれしか言えないって、タイトルとかにつけてるんですけど、結構私スッと入ってきた部分があって、それって何やろうとかあんま聞かへんというか、なんか、いいんちゃうって思っちゃう自分がいるから、深掘りしていく前に、結構伝わってたのかな、自分にとか、は今話しながら思ったりとか、でもそれ含めて一曲来た瞬間の衝撃はでかかったですね。なんかね、ちょっと白の曲ってちょっと可愛らしい曲というか、そういうのも多いイメージだったので、私も最初この曲聴いた時のそのパワフルさ、エネルギッシュさっていうか、疾走感でわって前に進もうとしてる感じは、なんかちょっと色がいい意味でちょっと違う白を見れるなって思って、
見つめ合ってね。そう、ライブとかでも、本当に楽しくて、この曲もうどう歌っても正解な気がしてて、今は。そう。で、なんかデモ送った時も、すごい、カノは賛成しつつもちょっと不安そうやって、そう。でも、このベース絶対かっこいいのに、なぜこんなに不安みたいなだったんですけど、そう、ふとライブ横見てみたら、誰よりも深く頭を振っているというか、もう潜っていますし。パフォーマンスしてた。ほんまみたいな。ほんま不安やった。わかる。でも心でなんか共鳴したんでしょうね、それはね。結構ね、私がやりたいことやって思った瞬間に、全部受け入れてしまったんですよね、多分。そうなんだ。なんかすごい、そういう意味でもじゃあスペシャルな一曲ですね、この曲はね。ありがとうございます。それでは、この曲、曲紹介お願いしていいですか？はい。この曲は、みんなの中に眠っているそれを叫ぶ曲です。白で、それしか言えない。白の4人はもともと同級生、同い年ということなんですけど、そのメンバー間では普段どんな感じで過ごされてるんですか？ゆるいし、ボケとツッコミの確率が半端なくて、結構ちょっと聞きたい、それ。おもろいよな。なんか、ちゃんとボケとツッコミ22でいる時もあれば、ボケ3、1ツッコミで追いついてない時も全員ボケの時もあるし。そのツッコミ1の時はなんか、大体誰とかあるんですか？彼女じゃない、結構私はいけるかな。いけるかな。なんかそのね、キリッとしていけるかな。テンポ感とかな。いやでもそうなんか回し上手そうな感じがする。すごく回されてたんや。回してたかもしれない。なんかね、4人とも関西出身ということで、なんか東京出身の私からするとやっぱりその話のテンポもすごくいいっていうか、そのなんか勉強したいって思ったような感じだったりするんですけど、結構でもこの感じね、普段も喋ってる。すごい。白はハイエースとかでよくラジオやって移動中でやってるんですか？香ばしいずっと。意味わかんないでしょ。ちょっと愛ちゃんがパーソナリティで。すごい。香ばしいぞ。で、小林なんちゃらさんみたいな。小林さん、今回は小林さんの香ばしいエピソードを。でも誰も小林しかいないんで、架空です全部。そうエピソードも書くじゃん。はい。そうです。すごい。香ばしいって愛さんが思うエピソードを喋ってくる。そう、みんなが話してくれないときは、一人4役か。すごい。やば。とかなんか架空の曲作って焼き芋の曲とか歌って。ちょこってやってみますか、2人で。できんのっけこれ。やばいな。はい、じゃあいきます。3、2、1。ルルーデンズルデンズルベン。2025なんちゃらかんちゃらかんちゃら。今回も始まりました。香ばしいズチャンネルの小林モリリンと小林ワリリンです。よろしくお願いします。お願いします。こちらはもうたくさんの小林さんに集まっていただいてるんですけども、やっぱりね香ばしいズというこの番組は、皆さんも大好きだと思うんですけど、香ばしいエピソード募集中でして、今回もたくさんどしどしと届いております。じゃあ、今日はね、小林じゃあポリさん、ポリさんの小林エ来ていただいてるんでね、を喋っていただこうかなと思います。という流れで。わあすごい。全然できるよもう。喋ってもらうんですけど。しかもちゃんとね曲とかも流れるんで間に。すごい。間に流すんですか？はい。携帯とかで。いやですか。だってさっきねSE もやってたもん自分でね。確かに。オープニングもやってね。英語でしょ？さっきのあれきっと。話せないんですけど。こんなことをやってるんですよ。本当に。これ皆さん見たいですよね。聞きたいですよね。ちょっと。結構長尺ですけど。よし。初公開すぎひんこの感じ。耐えられるかな。白の香ばしいズ。ちょっとねこれ皆さん SNS で反応すればするほど多分実現するような気がしてるんで、ちょっと皆さんぜひ反応してください。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。じゃあそういう遠征とかでねそういう風に過ごされてるって今伺いましたけど、休みの日とかどうですか？一緒にいます？
遠征先のオフ日とかは結構22で分かれてそれぞれしたいこと、片方は映画見に行くとか、すごい。片方の2はご飯食べに行くとかはしてたりとか、まあ普通にライブなくてもスタジオ終わり、ちょっと買い物ついてきてとかはしたり、ご飯とかはお昼一緒に食べたりとかは結構しますね。いいですね。あ、でも1回ユニバ行ったことあるな。1回 ?2 回 ?2 回プライベートでぐらい。そうですね。プライベートでユニバ行きたいねんけどって言ったら、ユニバや。ユニバ。みんなで年パス買って。めっちゃいい。行ってました。そうなんだ。はい4人で行ったんですね。そうですね。いいですね。はいめちゃくちゃ。しかもなんかね、遠征先で映画とかもめっちゃいいしね。愛ちゃんとね、まゆが。はい、まゆと一緒に行ったんですけど、東京なんで気合い入れていいかなって。東京に来た時のそうです、そうです。そうなんだ。で、気合い入れすぎて、45分前とかに着いて。早ないそれ。みたいな。まだこれ、うちらでもまだこれするんや、みたいな。ちなみに何見たんですか？鬼滅を見に行きました。今の？そうです、現状編？はい。そう来ました。帰ってきた瞬間、二人なんかもう鬼になってるのか、鬼滅の着る方になってるのかわかんないんですけど、二人でずっと、あそこやばかったって言いながら、初手から泣いたってずっと感想を伝えから泣いた。そう。なんだけど、いや、泣くよね、初手からね、あれはね。なずなと私は、あんまり見てないので、そう楽しかった、よかったね、みたいな。でも二人の世界が出来上がるのが、結構この22の特徴かもしれないですね。だいたいその2になる。そうですね。いい、なんかアルツだな、めちゃくちゃ楽しい。22の特徴として、地方行った時にご飯食べに行こうぜってなった時に、私となずなは、その場所の有名なものとか食べたいんですけど、まゆとか、愛ちゃんとかは、マクド行ってくるわとか、マクドなんや。パスタ食べてきたみたいな。すごい、そうなんだ。ここうどん有名やのにとか言って、食べたって聞いたら食べてない。そういうのとかはありますね。あんまりそういうのはなんか気にならない。でも、気になってなかったんですけど、4人で行くこと、行動することも最近増えてきて、ついていくのが増えてきたので、なんか楽しみ方間違ってたなって。気づいたんだ。よかった。最近めっちゃだからお蕎麦とか、そうやね、ラーメンとかね。そう。いいですね。食べるようになりました。確かに。すごい4人の色が見える。ありがとうございます。ちなみに、じゃあ今ね、映画も見に行ったとかおっしゃってましたけれども、音楽以外の趣味、音楽も趣味から多分もしかしたら始まったかもしれないけど、音楽以外の趣味なんかありますお二人。4人でガチャガチャとかは最近ハマってることですね。ガチャガチャやること？はい。なんか遠征先とか遠征行く途中のサービスエリアとかで全員ガチャガチャのところに集まってまず何のラインナップがあるかチェックしてこれ欲しかったって言ってかわいいうちもみたいなんで全員回し出すとかは最近やってたりガチャガチャの共有とか結構してますね。なんかさっきからメンバーの発言の再現の仕方が面白い。でもうちもそう結構特徴があるんで、全部いつも愛ちゃんが、そのメンバーのモノマネをしてくれるんですよ。モノマネというか返事の仕方とか、特徴を捉えて言ってくれたり。面白い。まゆとかは分かりやすいからね、分かりやすい。そうなんだ。そうなんですね。ちょっとじゃあ次はね、また皆さんで来ていただいた時にね、ちょっとその色をまた発見していきましょうかね。はい。じゃあここでのね、白の皆さんのなんか内側がいろいろ見れたところでね、一曲皆さんに聴いていただきたいと思うんですけど、曲紹介をお願いしてもよいですか？はい。次の曲は、聴くと自然ととても元気が出てくる曲だなと感じております。それでは聴いてください。白で愛。お送りしたのは白で愛でした。可愛いですね、この曲。ありがとうございます。愛っていうのは名前から来てたりします？違くて。それではない。はい。でも一緒に、はいって、愛の手というか、一緒に歌えるところがあるんですけど、そこと、
生まれたたくさんの愛っていうのが、すごいほぼ韻というか踏んでるので、それにかけてじゃあ愛っていいんじゃないってなって、そうですね、決まりました。はい。ありがとうございます。すごい可愛い曲です。そんな白の皆さんですけれどもね、実はこの秋はライブでも大忙しということで、これが放送されている頃はちょうどカナダツアーをね終えて帰ってきたところですよね。もうだってデビューしてすぐカナダでライブってびっくり。すごいですよね。どうでした、カナダ行くって決まった時は。なんかカナダってライブぐらいカナダ行ったことはないんですよ。で英語も誰も喋れなくて、結構他の国何カ国か2カ国ぐらいか、最近行かせていただいたんですけど、どこだったんですか？英語圏っていうか韓国とシンガポールはまあ英語喋る方もいるんですけど、でもまあ中国語とか使ってらっしゃる方もいて、まあ、英語っていうところがカナダ初めてなので、誰も喋れなくて、ちょっとそこだけが不安なんですけど、でもまゆは結構はっきりしてるタイプだから、ちゃんと言い切るですよね。知ってる英語でちゃんと伝え切るっていうのがスキルがあるので、すごい強いと思います。じゃあ今後ももしかしたらね、海外でのライブではまゆさんが大活躍する可能性がかもしんないですね。そこもちょっと見ていきたいですね。そして10月から12月にかけても日本各地でツアーをされるということですけれども、楽しみですか？はい。いろんなライブに出るよね。はい。どうですか？なんかお二人というか、白にとってライブってどういうものですか？自分にとってかもしれないんですけど、すっごいなんて言うんだろう。もうでっかい丸になる瞬間っていうか、円になる瞬間だなっていう風に捉えてます。つながるという意味ですね。お客さんと4人と一緒になる。どうですか、加納さんは？私はもう爆発しているというか、暴れれるなっていう、ステージ広いし結構なんかやりたいことはできるなっていう。でもそれも私にとってですけど、すごい爆発した心は出せる場所だなとは思ってます。結構じゃあ毎回なんていうんだろう、その思いをバッと出し切りに行くぞっていう気持ちだったりする。そうですね。あとはみんなが気づいてるかというか届けれてるかは分かんないんですけど、曲ごとによっての表情とかを変えた時に、まあそれが表現できる場所、顔も見えるし、曲も聴けるしっていうところで、私はそういうのを意識して表情変えたりとか素晴らしい、すごい見せてるとは思います。そうですよね。ライブってね、目の前でその生の音を届けられる、しかも自分たちも会えるっていうかね、そういう特別な場所だからこそ、すごい。じゃあ今の話を聞いてね、次のライブで皆さん多分加納さんの顔をちょっと注目すると思いますよ。そうですね。見られてるよね、今も。結構見られてます。そうなんだ。なんか顔芸がすごいみたいな。顔芸そう、芸じゃないけど、思いながらも。芸って言ってる人もいるんだ。そうです。顔芸がすごいとか、面白いとか言ってくださるんですけど、頑張って伝えますっていう気持ちではありますね。そうか、なんか、あれですね、ちょっともちろん演奏面とか、そういうそのパフォーマンスのところももちろんなんですけど、やっぱ今日のラジオを通して、なんか MC とか、なんかその曲の合間に見せる皆さんの表情も、多分なんか白のライブの醍醐味な気がしてますね。確かにね。だと思います。はい、そんなライブをね、来年3月に東名阪ツアーとして行いますよね、皆さん。これはどんなツアーなんでしょうか？まあ、新しい曲ももちろんお届けできるんですけど、全公演ワンマンツアーですので、新旧いろんな曲をね、できるかなって思うのと、初めてのクワトロなんで、皆さんでその場所でね、いい空気感を出して、一体化、愛ちゃんも言ってましたけど、大きな丸をね、作れたらすごく嬉しいなと思っております。いいですね。なんか皆さん4人が白で、その
その句点があるじゃないですか、はい、それがなんかそのライブで作り上げるみんなみたいな、はい、なんかそういうイメージがありますね。いいです。いいですね。ありがとうございます。このワンマンツアーセットリストを組むときに、まあ、ワンマンツアーのみならず、まあ、セットリストを組むときになんか大事にしたいって思ってることありますか？結構愛ちゃんの歌いやすさとか伝え方が一番に伝わるようにはしてますけど、最近はそのいろんな曲が増えてきたっていう中で、そこがぶれないようにと思いつつ、まあどうやったら爆発的になるかとか、他メンバーの見せ方とかも含めていい感じにかっこよくなるようには組んでおりますね。みんなで話し合うんですか？そうですそうです。そうなんだ。最初の組み立ててくれるのは、結構他の3人が多くて、でそこで私がこう後から言うみたいなのが多いです。そうですね。最初に決めちゃうとなんかあんまセンスなくて私みんなに違うとは言われるよな。セトリ決める自分はこれやって思って一回やってみたけど、ちゃうかったがすごい続いたので、ちょっと最初は黙ってます。そうなんですね。でもいいですね。そしたらまたそれぞれのその出せる部分とか、ちゃんと多分活かしきれるわけじゃないですか。だから余計ライブがなんかそのいい鮮度ある生ものとしてなんかお届けできるんでしょうね。そうか。ありがとうございます。たくさんお話を聞いてきたんですけれども、お時間が来てしまったようでですね、ちょっと最後にまたお知らせがあればお願いしてもよいですか？はい。2026年3月には東名阪のクワトロワンマンツアーが控えております。そして2026年2月にはその前に地方4カ所を回らせていただく対バンツアーがね、あるので、皆さんライブでお会いできたら嬉しいのと、たくさん曲も聴いていただきたいです。お願いします。お願いします。ありがとうございます。じゃあ最後にもう一曲かけましょう。どの曲にしましょうか？私が今ライブで一番歌うのが大好きな曲です。それでは聴いてください。白でそれしか言えない。ゲストはガールズバンド白からボーカル愛さんとベースの加野さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。